気をつけ礼。はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎でアす。シスタントレースくんです。よろしくお願いしお願いしま。ますはい、ということでですね、今回はアニメ、漫画風の似顔絵の描き方についてお話ししていきたいと思います。はい。私もね、似顔絵を専門にやってるわけではないので、街でね、よくやってる似顔絵イラストレーターさんみたいな感じで絵を描けるわけではないんですけども、特徴をよくつかむやつね。そうだけどやっぱり絵を描いてるとね、割と結婚式での、招待状だったりとか、あとクラスの文集とかだったりでね、似顔絵を描かなきゃいけないみたいな時ってね、やってきたりするんですよね。なるほど。でそれをやっぱり可愛くね、漫画っぽい自分のタッチで描きたいっていうのがあるじゃないですか。だから皆さんもすぐ使える漫画アニメ風タッチの描き方を今日は説明したいと思います。はい。で、誰を描くかということなんですけども、実は以前 S 君が私の顔をね、じゃんという感じで描いてくれてます。ああ、俺特徴めちゃくちゃ掴んでると思うんだ。まあこれが似てるか似てないかは置いといて、なので今日は皆さんもとても気になってると思うんですけども、S 君の顔を描いてみたいと思います。あ、俺の似顔絵を描くの？そう、私も S 君も共に S 君の顔を描きましょう。自分で自分の顔描くの？で、皆さんはぜひだから自分の顔もしくは友達の顔などをイメージしながらやってみてください。俺の顔描いてもいいよ。まあ皆さん S 君の顔ちょっと気になってるから、ちょっとそこで私もこんな顔だよって説明できたらいいなと思います。じゃあブッサイクに描いてくれ。なんではい、では早速ここに今から私 S 君で描いていきたいと思うんですけども、似顔絵を描く時の手順、まずその1、相手の顔を、思い浮かべる、もしくは可能だったら写真か何か、もしくは自分の顔なら鏡とかね。でも私は動いてるものよりも静止画の方が参考にしやすいと思うので、一番いいのは写真かな。なるほどね。を用意してみてください。でまずは対象の目と眉毛の形をよく見てください。よく見ろ。はい。でまずは自分の絵とか関係なく、なんとなくその目の形を描いてみる。目の形を描くの？そう。S 君は見れないから自分で自分を想像するか鏡を見て。はい。どういう目ですか僕は？三白眼してる俺三白眼。チーンですねこれ。俺どんな目してんの？多分狐みたいな目してんだよな。してる。多分。描けないじゃんこれ俺。写真見ればよかったやつだね。で眉毛の形もよく見てください。眉毛俺ちょっと太い。普通か。涙袋が意外とあるから。俺涙袋あんの？ある。マジで？ちょっとあれかな、疲れてんのかな。年かな。年じゃね。はい、ということでまず相手の目と眉の形を見たら、これをこのままもちろん自分の絵にしたら変なので、これをなんとか自分の漫画風アニメ風タッチに変えていきましょう。じゃあまずは輪郭。多分輪郭はその人に似せた輪郭を描くのが一番似顔絵としては理想なんですけど、あんまりリアルに描いちゃうと漫画風とかアニメ風タッチから離れていってしまうので、ここはもうね自分の描きやすい輪郭にしましょう。それにそのパーツを当てはめていけばいいってこと？そう。なるほど。なので一番自分の描きやすい輪郭をもう皆さん描いちゃいましょう。はい。でここにさっき描いた目あるでしょ、これを自分の漫画のタッチにちょっとずらして入れてきます。例えばね、みんなそれを言われてもわからんと思うだろうから、ちょっとここに例として描きますけども、これがよくある王道な人間の目、で例えばこういう目が何パターンかあって、これは割とパッチリした人の目だとするでしょ、でこれがもう本当に目が細い人の目だったりするでしょ、これをじゃあどうやって自分の漫画風の絵にするかっていうと、これがパッチリした目だったらいつも自分が描く一番可愛いパッチリした女の子の目にしてあげてください。なるほどね。でこれをベースに、じゃあもっとこれよりも細い目の人だなと思ったら、この目をこう潰すような形で自分の漫画の絵にしてあげてください。なるほど。これはね、なんていうか逆に言うと、人の似顔絵なんか描く場合は特に悲しい気持ちにさせることないから、見た人をね、割と可愛く描いてあげた方が私はいいと思います。特に友情関係をうまく保つにはね。なるほどね。私こんなんだっけってなるよりかは、こんな可愛く描いてくれたのありがとうみたいな感じで、そうしてあげた方がいいと思う。でも俺は多分これじゃなくて、俺はもっとないんだよ。もっとこういうやつ。そんなことないよ。これちょっと参考になれば、これを参考にぜひぜひ描いてみてください。なので S 君の目は割とこうちょっとつり側のつり目が気味の
なんだろうな、細い系だから私の絵に合わせていきます。それを自分の顔がわからん。毎日見てんだね。毎日見てる。毎日見てるからこそ描けないんだよ。これ一応二重。一応奥二重。奥二重ってどうやって描くの？わかんない。この目の付け根のからこう二重にしていく感じ。その顔ジロジロ見やがって。はい、ということで目かけました。まあ S 君割とこっち側の目がね、こっちの目よりちょっと細いんだよね。それを少しだけ残しました。はい。やりすぎると変かなと思ったので。うん、で、眉毛の形もあとはなるべく本人に似せるように描いてください。ただ人間の眉毛をそのまま描くとやっぱ太いと思うので、ちょっと自分の絵に合わせて細くして大丈夫です。角度かな、だからなるべく角度だけは本人に合うようにしてあげてください。はい、で、ここからなんですけど、大事なまたポイント。鼻はもうあんまり本人に似せなくて大丈夫です。多分漫画風のやつだから。人間の鼻をリアルに描いちゃうと漫画風からすごく離れちゃう。だから鼻だけはもうこの人めっちゃ鼻に特徴あると思っても、すごく鼻が大きかったら、まあ、鼻の穴を2つ描くとかね。なんかそういうこととかで、逆に鼻がちっちゃい子なんかもう点にしてあげるとかで、あんまりここに個性を持たせないで、鼻はもう何だったら自分のいつも描く鼻で大丈夫なので、それで描いちゃってください。俺、鼻個性ある？ない。普通？何にもない。はい、ということで最後口です。口はまたなるべく本人の口をよく見て、特に笑った時の口の上がる角度とかをなるべく見てみる。それがまあ笑ってなくてもいいんだけど、口のね角度。ただこれもあんまりリアルに唇描いちゃうと、こういうのを描いちゃうと漫画のね絵には合わないから、やっぱりこう漫画の絵ってこうだったりとか、こういう線で表されるから、閉じてる線の部分だけをちょっと形よく見てあげて描いてみてください。なるほど。S 君は笑ってる顔の方が特徴があるので笑った顔にします。OK。じゃあ俺もこれでいいね。はい。S 君ほんと自分の顔思い浮かべた。やばい。はい。ということで顔の中身が完成しました。じゃあ最後はもう簡単、髪型です。まあ髪型も本当に初心者の人はよくやっちゃうのは一本一本線でこうやってね、こうやって描いちゃう人いると思うんだけど、漫画の絵だから無理な人はまあこれでもいいけど、頑張ってなるべくこう毛束にねしてみてください。こういう風に、こういう風に毛束にしてみてください。ちょっと髪きれいに整えるから描いてもらうために。どう？ボサボサにいじったせいでボサボサになった。ちょっとS 君知ってるけど、俺はもう何年も前から髪型変わってないよね。一律なのよ、俺の髪型はこれで。そうだよね。だからもう脳内でかけるよね。脳内で。これは分け目も永遠に変わんないもんね、こっち分けなの。そう。永遠にこの髪型だからね。もう冒険するのが怖いんだよね。そう、冒険できない。冒険できる年じゃないんだよ、もう。はい、ということで、じゃあこれをペン入れていきます。はい。ちなみにペン入れると失敗しちゃって変になるって人はもちろん鉛筆で完成でも大丈夫です。ただ例えばクラスの文集とかで頼まれたりしてね、印刷するときはちょっと鉛筆の線だと印刷とかに出ない可能性があるから気をつけてください。薬やってる人みたいになっちゃったこれ。やばくねほら。待ってまぶたはどうしたの？わかんねえ。なんか書いてるうちにおかしくなっちゃった。まぶたどうなってんのこれ？やばくね？キモ。はい、ということで、S 君の似顔絵が完成しました。そうなんだけど、俺のやばいよねこれ。なんかイカれてるよこれ。まぶた怖い。多分だけどね、S 君ってこっちの分け目なんですけど、S 君は多分鏡を見てるから逆になってしまっていつも鏡の自分を見てるから逆になってしまってるって、そこ皆さん気をつけてくださいね。なるほど。鏡見てると逆だから。逆だ。そうまあでもなんとなく目の感じから特徴を皆さん想像してもらえればと思います。こんな目じゃないんだ俺でも本当。これはちょっと危険。でもちょっとこうやっぱりね、本人に似てるかったら分かんないけど、これを書かれて嫌な気持ちはあんましないでしょ。
これ似てる、まあまあ。本当に？まあまあっていうか、まあまあね。これは本当にちょっとイケメンすぎるけど、ね、60% ぐらいブサイクにしたよ、俺が。とにかく、まあ、美男美女に書いてあげるっていうのはもう何も悪いことじゃないから、ぜひぜひ。あと、まあ、よく多いと思うのが、多分ミニキャラの方が実際は書くのってこういうの多いのかなと思うので。もうミニキャラの俺得意じゃん。ミニキャラはもっと簡単。もうこういうのは本当にこう特徴的にしてあげて、このまま、よりね、ちょっと個性を出しづらいかもしれないけど、ミニキャラの俺目ないからさ。ミニキャラにするときはもうこういう風にしちゃいます。はい、こういう感じでも、書いてみてください。いやー、これはちょっとやばいな。はい、ということで今回は漫画アニメ風の似顔絵の描き方についてでした。はい、ありがとうございました。まあ最後にね、これ私が描いた S 君と、昔 S 君が別の動画で描いてくれた私を並べて、今回はリアルバージョンの新本先生 S 君でお別れしたいと思います。まあリアルバージョンの新本先生って先生出てるからね、動画に。そう見なくていい。これにさ出す必要はないっていう。はい、ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎と S 君でした。気をつけでありがとうございました。